はい、始まりました。神妙な面持ちで始まった。神妙な面持ちで今日はやらかしちまった回ですなんと見逃していました。はい、申し訳ないですはいあるサンダージャンクションの逃走者が、俺らが、これどうにもなんなくてみたいにバカにしてた。バカにはしてなかったんですけどバカにはしてなかったんですが、もう無理じゃねって言ってたやつが実はそれキリの話ですか？キリは無理です多分キリは多分調べたいですけど、多分そんな話は入ってきてないんで無理だと思いますいけるかもしれないですよ。いけるかもしれないですけど、まあその以外に無理だって言ってたやつが実は最強なんじゃないかっていうそんなことあるみたいなありますよね。ちょっと見逃してたりいわゆるちょっと思い込みが入ってたりするんだよねだから、まあ、今日はまず逃走者発表させていただくんですが、はい、破天荒ステラリー、これがどうやら目玉のようです今回のそうですね、はい、まず能力一応説明させて言い訳しながらはい3マナの24です。リセットですね。はい。で、あなたが各ターン内のあなたの2つ目の呪文を唱えるたび、あなたのライバルの一番上にあるカードを追放します。はい。で、次のあなたのターンの終了時までそのカードをプレイしてもよいなんで、はい。一応自分の次のっていうことは自分の終了時なんで、その次のターンまでは使えません。で、タップ起動であなたがコントロールしていてインスタントソーサリーである呪文を1つ対象とします。それをコピーすることができると。ただしそのコピーは3つ以上の呪文を唱えていないと起動できません。ということになります。はい。まあストーム稼いでめくれたやつで3枚目追加ターン打つんじゃないかみたいなことを言ってて適当なこと言ってて適当なこと言ってて、はい、言ってましたが、はい、実はめちゃくちゃ強い、はい、逃走者の構成のお話になります。はい。C 寄りですかね今日は。これは C 寄りです。サンダージャンクション最強はこいつじゃないかと、はい、いうことになります。まず歪んだ忠義、はい、というカードで1枚コンボだというツイートが流れてたのを知らなくてツイート流れてたの？流れてたらしいんですけど、知らなくて、で歪んだ忠義能力説明しますと、赤3マナのソーサリーでいわゆる反逆の行動なんですけど、こう役割トークンがつくと、役割トークンがつくんですよ。でアンタップできるんで、こいつが3回目で唱えた時に起動するとコピーされて、アンタップして役割トークンがついて、コピーされてアンタップして役割トークンがつくと。でそうするとダメージが飛ぶと。その役割が要は消えた時にダメージが飛ぶんで無限ダメージになって勝てるという1枚コンボというまさかの、ソーサリー1枚コンボ。まあこれ自体はね、はい、そこまで強いコンボではないと思いますが、これだけではね、そうなんですよね。これだけでは実はそんなに強いコンボではなかったんですが、はい、他にもコンボがいろいろあるんですが、まあとにかくテラリーがアンタップされさえすれば全部はい、全てコピーになるし、無限コピー、はい、無限コピーした呪文に何かしら要は勝利につながる効果がついていれば、はい、そのまま勝てますよと。そうですよね。いう話にはなってくるので、まあ、ただ無限コピーだから無限コピーで思いつくのは教授ですかね。名誉教授、はい、まあ名誉教授もね4マナのバニラだから簡単に死ぬし、ましてやこのデッキの中でこれ出したらヘイト勢い上がりますからねっていう問題はありますよ。分かんないですよ。知らない人はイジットだから出したのかなって思うかもしれない説明されなかったら分かんないんで、まあね俺らが分かんなかったようにはい。だから無限のアンタップで勝てるっていう筋がありますんで、例えばどんなカードがあるかって言いますと、たなびく紺碧、はい、このカードはねおそらく持ってました僕はただこれからこのデッキやりたいという人はもしかしたら手に入らなくなっちゃったかもしれないぐらいちょっともう在庫ないかもしれないんですけど、青1マナのインスタントです、はい、でクリーチャー1体対象としてターン終了時までそれは青になります、でそれをアンタップする、はい、でドローを敷く、というカードなんですが、
強くねみたいなあれみたいなあれみたいな、あれこれ1マナのインスタントなんですけどみたいなね1マナのインスタントでコンボが決まるっていういや一応その前に2個唱える必要はありますよ。ありますよ、ありますけどね、同じように最終中というカードがありまして、こっちはまだ手に入りそうです、2マナなんで、2マナで顧問みたいなんで手に入りそうなんですが、2マナの同じ能力、はい、アンタップして同じというかアンタップしてワンドローっていうのがあるんですが、はい、ちょっとこれもインスタントなんで、インスタントっていうのがね、やばいですよね。やばいと思う。何がやばいかって言いますと、インスタントがなぜやばいのかっていう説明しましょう。それは相手のコンボに決めに行くようなタイミング、はい、相手がそうやり合い出しましたと、戦いが始まりましたと、はい、やり合ってますと、はい、で打ち消しじゃあ俺も吐かなきゃいけないかっつって、で行って今1枚ぐらいは打ち消し吐くと思うんですよ、やり合ってる途中に、でその途中で2枚目何か例えば1枚の何かを唱えて、もちろんピッチでもいいですよ、唱えて3枚目にこれを唱えただけで決まってしまうというあの人守備に回ってたと思ったら急に攻撃に回ってきたっていう、これがね攻撃をね最強たるゆえんのすごいですよね。インスタントで決まる確率が結構高いっていうの、やっぱインスタントで決められるのはやっぱ一番強いですからね。そうね、だからこいつがサンダージャンクション最強じゃないかっていう風に僕たちが思ってるってことですよね。はい、あと例えば他にもコンボがあるんですけど、劇的な逆転、アンタップするじゃないですか。実質こいつが逆転棒だっていう逆転したら普通に無限まだそれだけでもういっちゃっためぐらいでいっちゃうっていう、いっちゃいますね逆転1枚コンボっていう、みたいな。当然その隣に例えば指輪とか置いてあったら、そう指輪あったら無限ドロだと、そうですね、指輪と逆転の2枚コンボっていうねやばいっすねであとはいわゆるブリーチ、まあブリーチ普通にこの色なんで決めてもいいんじゃないかっていう感じになりますかね。そうですね。まあ結局無限ドロして後の先がブリーチの方が多分いいってことですよね。そうですね。その方が無限コピーなんでね。ストームではないですけど、でも要はオラクルを1枚入れなくてそれの方が済むってことですよね。でそんな感じで勝ってくみたいなんですけど、土地がかなり少なかったですね。はい、土地が24とかまで絞ってたみたいなんですよ。はい、どうやらこいつの一番上の効果、2つ目の呪文を唱えるとプレイできるっていうことを生かすために土地を少なめに絞ってたみたいなんですけど、僕たちは普通に入れて普通に戦ってもいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。はい、土地絞るってことはその押し付けに行くってことなんですよね。だから押し付けに行く必要はなくて、別に普通に30枚ぐらい入ってても、まあちょっと絞るぐらいでも、普通に戦って長期戦してるところになんかいきなりみたいなみたいなねカウンター決めに行く方が、多分勝つ確率は高いんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。その絡みで言うとフォーチュン系このデッキ結構強いなという感じはするけど。そうですよね、フォーチュンしてもカウンター決めに行けるんでなぜか相手がやり合いだしたらそのどっかでタイミング決めに行けるっていうとは早打ちとはよく言ったもんでね。なるほど、早打ち、でも早打ちだから前に寄せたんすかね。まあだから相手が打ってきたらこっちのドローの方が早いよっていう。なるほど、これパーンって打ち返してるってことそういうことか。なるほどです。だから早打ちっていうあれなのか。いいですね、いいフレーバーですねとあとは要はテーマナイキのカードをかなり多く入れる構成にしてありました、僕たちが見たリストは。だからテーマナイキの、1マナのやつとかを入れて、どんどんこの2つ目の呪文を誘発させてアドを取っていくのがこいつのアドの取り方に寄せてあって、あとは守ってればドローはそのショートドローで手札を追加できるんで、1枚だけ面白カード念のため紹介していきますか。これ僕これ欲しいなと思ったカードが一番あるんですけどこれはでも割とこれ定番のカードだと思ってるんだけどこの指輪物語のカードなんですけど、風に運ばれて知らなかったっていう
このターンあなたは呪文をそれが瞬足を持つかのように唱えてもいい、カードを引く、2マナ以上っていうこれを何にお使いになるんですか？瞬足いいね、決められる、いいと思ったんですが、どうやらティームさんに言われて気づいたんですが、このデッキの場合はいきなり相手のターンで唱えて、ステラリーをキャストするっていうタップ起動できるじゃんっていうまあね、召喚用が解けた状態でターンを迎えられますよそりゃっていう使い方もできますよと。まあそうですね。でもこう瞬足を持つようになるっていうのはかなりいいなと思ったんで、ちょっとやりたいです。もちろんこの瞬足を得て一番初めに紹介した歪んだ注意をいきなり打ち出すことももちろんできますよ。なるほど。いいっすよね、確かに。そんな感じになりますかね。今日はちょっと短めですが、でもちょっとシステムが変わりまして、実は、高評価100までいくと、リストを公開して、完全に埋めた状態でそれを公開しながら解説するっていう動画撮るようになりましたんで、よかったら高評価していただければ、頑張って作りますんで、デッキ作ってないんかいっていうねなんで高評価、お願いしますということで、よかったら、こいつに入りそうなカードもコメントしてください。チャンネル登録お願いします。お願いします。今回のは以上になります。おしまい。